皆さんこんにちは。真実の歴史チャンネルです。あきらです。あかねです。今回の動画のテーマは、もしグリューが止まったらあなたは何日生きられますかというテーマでお送りします。それではどうぞ。導入。便利な社会は止まることがある。現代はとても便利な時代です。24時間営業のスーパー、いつでも届く宅配、海外から運ばれてくる大量の食料。私たちは必要なものはいつでも手に入る、そんな社会に慣れてきました。ですがその便利さは止まらないこと前提に成り立っています。もし物流が止まったら、もし輸入が止まったら、もしスーパーの棚から食べ物が消えたら、私たちはどれくらい生きられるのでしょうか。実際世界では戦争や災害、物流混乱によって物不足や価格高騰が起きています。そして今の日本も食料や資源の多くを海外へ依存しています。便利な社会は時にとても脆い社会でもあるのです。今日はそんな不安定な時代の中で昔の日本人が持っていた生きる力について静かに考えてみたいと思います。第一章。昔の日本人は半時給で生きていた。順調だね、あきらくん。この猫も手伝ってくれてるよ。江戸時代の人々は今ほど豊かではありませんでした。ですがその一方で少し自分で生きる力を持っていました。例えば小さな畑で野菜を育てる、味噌や漬物などの保存食を作る、近所で物を分け合う。完全な自給自足ではありません。ですが全部を外へ頼り切っていたわけでもありませんでした。不足すれば工夫する、分け合う、修理する、そんな暮らしの知恵が日常の中にありました。現代より不便だったかもしれません。ですがその分生きる感覚は今より近かったのかもしれません。第2章。現代社会は依存の上に成り立っている。この街を見下ろしてると不安になるな。私もなんだか胸がざわざわする。この先どうなるんだろう。現代は大量輸入、大量物流の社会です。スーパーへ行けば世界中の食べ物が並んでいます。ですがその裏側では輸送、燃料、海外情勢、円安、さまざまなものに依存しています。一度どこかが止まれば価格は上がり、物は不足し、生活は一気に不安定になります。最近の物価高も決して一時的な問題だけではないのかもしれません。私たちは知らないうちに運ばれてこなければ生きられない社会を作っていたのかもしれません。もちろん便利な社会は素晴らしいものです。ですがその一方で失った時の弱さも大きくなっているのかもしれません。第3章。だから今小さな時給が注目されている。もちろん今すぐ田舎へ移住する必要はありません。
大きな畑も必要ありません。ですが今、小さな家庭菜園や自然農に関心を持つ人が増えています。ベランダ菜園、小さなプランター、一坪の畑、そうした小さな場所でも野菜は育てることができます。そして実際に育ててみると、全部を外に頼らなくてもいいという感覚が少しずつ生まれてきます。自然農もその一つです。大量の肥料や農薬へ頼りすぎず、自然の循環を生かしながら土を育てていく。その考え方はこれからの時代に静かなヒントを与えてくれるのかもしれません。第4章、自然農は安心を育てる。自然農は単なる農業ではありません。土に触れる、芽が出る、季節を感じる、自然と共に生きる。その感覚は不安定な時代の中で心の安心を取り戻してくれることがあります。便利さだけでは埋まらない不安ですが、小さな種をまき育つ姿を見るだけでも人の心は少し落ち着くのかもしれません。自然農は大量生産の農業とは少し違います。効率よりも循環、管理よりも観察、自然を支配するのではなく、共に生きる感覚。それは昔の日本人が持っていた感覚にも少し近いのかもしれません。第5章、小さな備えは生きる力になる。もちろん、すべてを自給自足する必要はありません。ですが、少し育てる、少し備える、少し助け合う。それだけでも、未来への不安は少し小さくなるのかもしれません。例えば、ベランダで野菜を育てる、保存食を少し持つ、近所とのつながりを作る。それだけでも、生きる感覚は少し戻ってきます。昔の日本人は不安定な時代の中でも工夫しながら生きる力を持っていました。その知恵は今の時代にも静かに残されているのです。最終章、未来に必要なのは少し生きられる力なのかもしれない。もちろん、便利な社会を否定する必要はありません。ですが、不安定な時代だからこそ、全部を外に頼りきらないという感覚は、これから大切になるのかもしれません。ベランダの小さな野菜でもいい、小さな備蓄でもいい、近所との助け合いでもいい、そうした小さな積み重ねが生きる安心につながっていくのかもしれません。昔の日本人は決して豊かではありませんでした。ですが、土を育て、食を守り、支え合いながら生きていました。そこには今の時代が忘れかけている人が生きるための感覚が残されていたのかもしれません。未来の世代へ残すべきものは便利さだけではなく、少し自分で生きる力、自然と共に生きる感覚、
そして助け合う心なのかもしれません。もし物流が止まった時、本当に必要になるのはお金だけではなく、工夫して生きる力なのかもしれません。昔の暮らしの知恵は今も静かに未来へのヒントを残しているのです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。